ピケラドンデジロンです。今回はね、こちら、ワールズウォームアップの方から対戦やっていきたいと思うんですけども、皆さんね、僕の方でね、配信を2日間やってたんですけど、見たでしょうか？見てない方はね、ぜひね、この試合だけは見てほしいという試合が一つありまして、ナビの対戦なんですけど、ナビ VS VM レガシーという対戦でね、行っちゃうんですけど、超神試合の中、クラウスが58秒での全開を取ります。そこも合わせてね、試合展開もめちゃくちゃ面白いのでね、ぜひ最後までご覧ください。というわけで早速やっていきましょう。さあ、始まりましたね、ナビの対戦。ファーストタック、フラクシー。さっきはね、5番手で攻めてたと思うんですけど、さあ、ここは、オーバーグローはなかなか面白いところに打ってきましたね。タウンホールは隠さずにやっていくようなやり方で、タウンホール起動しっかりそこをフリーズで固めつつ、ここでもうガントレット使わせましたね。トルネードも入ってるので、これは結構良くない展開じゃないか。ワンチャン守れるんじゃないこれ。どう？これラスト呪文ですね。もうちょっとアップにしてほしい感はあるけど。クイーンクロークを3時に咲きつつ、ロイヤルチャンピオンも能力発動。ワンチャンあるかな？守れそう。どう？ロイヤルチャンピオン？いやー、ヘイスト薬駆け抜ける？クイーンが戻ってく。いやー、頑張れ。いいリクスケ、いいリクスケ。テスラで止まって、いやー、ちょっと軍隊強いな。長弾大砲が100連射くらいしたら止まりそう。いけ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 。いいよ。やっぱ止まる？どう？さあ、ルートライダー。いや、ここにスーパーバーバリアン強い、それは。そのババ強え。うわ。うわ、いい巨爆だけど。でもね、タイムは相当これ。タイムは相当稼いでる。いや、惜しい。ガチ惜しい。これワンチャン守れたな。惜しい惜しい惜しいけど、1分51は相当いい防衛ですね。前回取られたのにいい防衛ってないやって話だけど、いい防衛ですね。タイム環境に殺されたくらいの一つです。15点取って負けるという。あれエリアム。またこんなような配置出しちゃって、クラウス飛んできましたよ。ライトニング12発型、真ん中全折りかな？それありなんじゃないかなって思ってたんだよね。さっきのアーリーアタックスの攻め見て。でもランチャー用意してんな。ってなると、インビジブタワーのケアはできるけど。編成すごいな。なんかすげえの飛んできたな、また。これを1番手でやってんの、クレイジーすぎるだろ。なるほど。真ん中結果潰してこれ、ウッドランチャーでタウンホールケアってことか。そのウッドランチャーうめえな。長弾大砲だけ残して長弾大砲ランチャーのダメージで壊しつつ、ウォーデントームでここは、三軸角、ウォーデンとロイヤルチャンピオンだけで突破をしていき、ホグライダーを生み出していく。これ天才だな。やばいタイム出るぞ、多分。これやばい、これやばい、これやばい。1分切れるかも。いいぞ、いけ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 。1分切れるかも、これ。いけ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 。いいぞ、いいぞ、クラス。いいぞ、クラス。走れ、走れ。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。いけ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 。これ、1分切れるかも。どう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 やばい、それは58秒。えっぐー。えっぐー。やばすぎでしょ。切れるってそれやば。最初から今みたいなアタックをクラウスが来るっていうね、普段5番手の人が現れたって感じなんですけど、絶望ですね、今の。もう、時間絶対勝てないやんってなるよね。さあ、黒星さん。ルートライダー編成。オーバーグロー型です。さあ、レイジレイジと広げていって、オーバーグローでタウンホールを隠していきます。さあ、ストライカーにもしっかりトームをかけたことでクイーン処理できて、ロイヤルチャンピオンにも軽くダメージが入りましたね。めっちゃいい。さあ、ここは、ポイズンリザードも採用してることがあって、これクロスボウにワンチャンスーパーバーバリアンとか当ててもいいんじゃないかなって、はためには思うけどね、この6時。今投げましたね。6時クロスボウに投げましたね。さあ、オーバーグローが解けてタウンホールの方にも
届く感じになりましたので、ここでジャイアントガントレットタウンホールを簡単に処理を行っていきます。クイーンの方のヒーラーが内側ルートライダーにスライドしつつ、外周部からここもスーパーバーバリアン刻んでいって、これもいいタイムの全開になりそうだ。ブラックスターもうまいですね。ダークスターだった。ダークスターもうまいよね。ちょっと変わったプランニングする人なんだけど。1分、なんか残ってるっぽい。1分40秒から1分半ぐらいの全開へと。バーサス。いやー、うまいけど、それじゃ遅いっすよ。頑張れ !1 分切れ、次の人も。リーカス頑張れこれもさっき、誰か攻めてた配置とほぼ変わらない気がするんだけど。キング3時入れてクイーンをこの3時から2時の方に北上させるスーサイドを誰かやったよね。で、ヒロヤさんだ。ヒロヤさんが攻めてた配置だ、これ。ヒロヤさんがやってたウッドランチャーをここも踏襲していきつつ、キングを6時、ロイヤルチャンピオン3時のウッドランチャーの盾に使いつつ、クイーンのところもここはスケルトンで3点で今、スーサイドが行われている状況ですね。さあ、インビジブルターンの解除をここはまず一発やりつつ、2発目のインビジブルターンもウッドランチャーの方で解除ができました。さあ、ここランチャーの延命をしたいのでいいロイヤルチャンピオンの加速ですね。僕、ヘイストで、ここは進めていきつつ。タウンホールどうだろうこれイエティで落とせるかなちゃんと。ちょっと、わかんなくなってきてる。さあ、レイジがあるんだけど、撃たないですね、まだ。撃たないんだ、これ。大丈夫？じゃあ、取らないんだね。タウンホールの方まで、ラバルの方を誘導する感じにするみたいですね。さあ、トームもここで割いていって、レイジ。タウンホールにかからないレイジだけど大丈夫これ。ヘイスト、もう一回フリーズがあるので、6時側の防衛施設は一応全部削れてはいるので、回収ユニットしっかり入れつつ、防衛施設タウンホールの方に重点になって、あとは、スニゴブ下金庫かな。ナイス展開。ちょっとバルーンは全部落ちるような。3時にまだ施設が残ってた。これ平均タイム的には割と近いものがありますかね。1分23秒と、ナイス展開。楽かなでも、忍者。来ました、16歳。期待の16歳。10日兵舎、発進クイーン、発進真ん中、ルートライダーバルキリと見慣れた編成ですね。もう早めにここはもうトームまで入れていき、レイジと入れていきます。で、ウォールブレーカーつけて、10日兵舎のためのウォールブレーカーもつけましたね、今。クイーンサイドは対空砲とか金庫とかしかなくて防衛施設がないので、外周歩かせるだけで被弾がないっていうね、クイーンの方は負担が少ないルートを取っていって、今回はオーバーグローじゃないということで、レイジ4枚でこういうね、ドラゴンみたいにどんどんと置いてますね。ラグいさあ、ストライカーもしっかり合わせて、タウンホールも一瞬で突破。ここはガントレット温存で進ませることができてます。で、ロイヤルチャンピオンもクイーンに合わせて、十字の内側入れつつ、いやー、これも強いなガントレット入れてもう一回フリーズ同じとこかな。いいフリーズ。ゴブリンもしっかりね、ダックエリタンクに入れて、これもいいタイムの全開になりそうだな。早いよ、早い。1分50秒、1分40秒残して、1分11ぐらい。カズマくんも変えれる人だけど、最近はそんなにって感じなので。でも結局額ですね。10日弊社型のルートライダー編成。かなり細い面でスタートしていきました。スケルトンの呪文も起きつつ、サイドカットね、10日弊社とルートライダーでやってることで、キングも内側に戻っていく。さあ、ここいいトームですね。ロケバルからダメージを受けるところ、クイーンからダメージを受けるところっていうところ。クイーンこれ内側入んないでほしいな。よかったよかった。です。スーパーバーバリアンとかも使って残してたルートライダーも3時の上のところから出してますね。で、フリーズ使って、ウィザードがイーグル砲叩いてます。なんかこの配置もなんか、使ってたね。
同じ配置使ってますね。昨日使った配置ならプランニングはもしかしたらできてるかもしんない。さあ、インビジブルタワーがこれは発動してしまうので、誰だったっけなこれ。誰かが、この配置攻めてたな。さあ、モノリス区画のところは、クイーンが一応内側入ってくれたので、拾えるような感じになりつつ、ロイヤルチャンピオンの方はここで能力解放ですね。あとフリーズが1枚あるところ、押せるかどうか、フリーズ使って、押せ押せ。ホグライダーがしっかり盾になってくれて、これも前回までは繋がりそうですね。となるとタイムも大事になってくるんですけど、平均タイムは少し下がりそうですね。うわ、これ、面白くなってきたな。ラグいラグい。さあ、1分23秒、4秒ぐらい、22秒ぐらい。残しての方なので、1分3。平均タイム2秒差。いやこの展開になるんだ。相手もね、すごいね、フラクシーが1分50ぐらいだと思うんだよ。だって、そこを、このね、40秒差からこう来てるからね。40秒とか50秒ぐらいだった。エリアム、足上げて。71天才のルートライダー編成。天才型タイムはあんまり出ない傾向があるんですけど、どうでしょうか。裏側におると、そこそこ早いんだけど。さあ、バルーンバルキリークイーンとサイドカット置いて、10日兵士を置いて、天才はどこ打ちますか？長弾大砲対地クロスのところかな。一気にトームかけていきます。やはりそこですね。長弾大砲対地クロス投石のところを追っていくことで、クイーンにかかる負担も減らしつつ、いいルート作り。で、浮いたイーグル砲に対してロイヤルチャンピオンをピン刺ししていきます。これマルチ IT がね、フォックス打ってくれるので、フォックスをある程度早い段階で溶かすことができれば。ここで数も増えてきた。クイーンルートもかなりいいな、これ。キングルートもキングにしっかり当てつつ、モノリスターゲット入って、ここはフリーズをタウンホールの方に、これが最後の呪文ですね、打っていきます。10日弊社の方に開けた穴で、しっかりペッカたちも、強いね。クイーンクローク持って、ロイちゃん能力持って、クイーンはクロークここで使っていきます。さあ、これも早いな。小刻みなガッツポーズ。いい全開だな。ロイヤルチャンピオンは一旦解けて、タイム的には少し、最後の伸びは減らしたんだけど、それでも1分23秒の全開。早いなぁ。うわ、平均タイム並んだ。追いつかれたんだけど、あの展開から追いつかれんのやばいね。負けたら終わりですね。同じタイムだったら 1V1 のフレチャレだったかな。一回確かそれがあったよね。予選の段階で。さあ、クラウスじゃないや、カズマくん。61天才のルートライダー。これ、緊張するね。タイム全くの同点。1分28って結構早いよ。さあ、焦ってやって全回取れないのが一番最悪だからね。作10日弊社型外周流しつつ、ルートライダー発進です。さあ、ここは一気にトームをかけつつ、天才の方は反対サイド、レイジターンの対地クロスのところしっかり打ち込んでいって、流れの中でもしっかり決めてますね。ストライカーまでしっかりトーム入れてるので、ロイヤルチャンピオン処理ができて、キングの方の処理ができてない、そっちにストライカーが駆け寄っていく。さあ、クイーンをタウンホール向けるようなイメージで穴開けして、クロスボウとかにもターゲット取られてるところ。残った6時の回収とかも、しっかりバルキリーとか出してますね。で、12時の方にキングが穴開けして、ジャイアントガントレットあそこ暴れてほしいところ。クイーンクローク割いて、そのタイミングのクロークだと間に合うかな？どうだろう？でも、これフローズンアロー入ったし、火力高っ！フローズンアローの基礎ステータスの上がるところがやっぱ強いですね。さあ、ここから残り2分というところ、1分経過ですね。さあ、ロイヤルチャンピオン能力発動したホグがモノリスの方に刺さっている状況。時間はどうかはさておき、全開は持ってきそうですね。さあ、最終区画フリーズからの裏にスーパーバルキリーとバーバリアン入れていきます。いい全開。これはタイム、勝ってますね。
1分21秒。いい全開、ナイス。でかい。平均タイムも2秒早めて。いや、でかい。ナイス全開、ナイス全開。いや、これめっちゃプレッシャーかかるよ、このタイム。偉いな。こけたらまあ終わりっすかね。ほぼほぼこけたら終わりみたいな展開ですね。しかもラストに星3残したので、相手からすると星3残ってたら、まあ、相当、あれですね。あー、シンセイホグラッシュ。うわー、天才からやったのはどうなんだ？ラストアタック申請。時間を目指す上で、ヒーローパートじゃなくて、天才から始めたことはね、数秒のロスにつながるので、これはちょっともったいないかもしんない。この2、3秒の差って結構でかいですよ。今8秒の差なんで。で、10日弊社を6時に置きつつ、これは、どういうルート見てるんだろう。ジャイアントアローなんか飛んできたな、今。ジャイアントアロー、ピョーンって飛んできたね、今。で、クイーン投石まで突破しつつ、これタウンホールキングで見てんの？折れないよね、さすがに。さあ、ホグラッシュ、タウンホールとは真逆の方から展開をしていきます。まあ一応タウンホールにね、ダメージを入れるっていうことはできてますね。ちょっと伸びてるな。フェニックスの方も、タウンホールにダメージを入れることができて、落とすことはできなかったんですけど、ダイクがないのでタウンホールの HP はかなり落ちました。さあ、落とすことができました、タウンホール。ここから回収のユニットとホグライダーを繋いでいくんですけど、金庫に3時ね、ウィザード投げたいところですね。今、来ましたね、回収。これも結構タイム的には早いな。前回にはなりそうです。ただ、どうだろうな。いや、そんなに早くないな。1分28よりは遅いかもしんない。どうだろう。回収のゴブリンとか出てるけど、1分30秒超えましたね。1分24秒残してないので、1分36秒。平均タイムは1分29秒というところで、早いけど、やっぱ天才をね、最初にやったことの数秒の差はありますよ。ってなると、星3からすると3秒かける4なの12秒。1分40秒ぐらいかな。さあ、星3。天才、61天才ですね。61天才のラバル編成。タイムにおいての安定感、星3がやっぱ一番強いからね。どうやら、喜ぶ顔は見えないようです。さあ、まずは3時にクイーンを置きつつ、キングを隣に並べていきます。天才はどこですかね？来ました。クイーンマルチ IT クロスボウ。ほら、クイーン巻き込みでもこうやってできるから、今クイーン巻き込みの天才を、ね、極限突き詰めればね、こういうやり方の方が絶対いいからね。さあ、突撃艦タウンホールに向けてラバハウンド、ガーゴイルも回収一気に入れつつ、一気のトーム出していきます。インビジブルタワーあるんでね、ここ突撃艦のダメージでタウンホール、しっかり早めにかけて、突撃艦でタウンホールを落としつつ、クイーンの方もクローク打ってヒーラーを生み出しているところ、3時のおでん像のところにもバルーンを出して、これで9時回収できるようになりますね。で、対空砲に合わせてバルーンを追加。6時もビズ島に対してバルーンを3方向から投げていくことで範囲ダメージを入らないようにして、終点真ん中、モノリスのところ単体施設と投石が残ってる状況ですね。6時の方も回収できるように6時から回収を出していったと。バルーン3点出ししたんだけど、ちょっとビズ島落ちちゃいまし、落とせなかったですね。どうだ？あとは、真ん中ですね。キングクイーン、ロイヤルチャンピオン全部一応残ってるんですけど、バルーンが全部落とされてしまった。ただ、残り20秒ぐらい余裕があるので、ロイヤルチャンピオンがここまで届けばという展開ですね。さあ、フォックスが生き残ってたことで、これはロイヤルチャンピオン消えていく。クイーンも壁をぶち破って合流して、これはタイム間に合いそうですね。さあ、平均タイムの方が、これでどうだ？ 1 分20秒残して、40秒、どうだこれは。並んだマジ1秒 !1 秒あと1秒早ければ誰かが。
はい、というわけでね、この試合の結果は VM レガシー勝利になりました。同点だったんですけどもね、この後ね、1v1 ということで、1人ずつね、出して、フレンドリーチャレンジで対戦をする形になりました。両者全開だったんですけども、対戦相手の方が早い全開を獲得したので、勝ち上がりは VM レガシーという形になりました。まあ、タイムの方がね、同点になってしまって、最終的に1対1の方でもタイムで負けるというところでね、まあ、今までのクラクラとはない展開でね、タイムがかなり大事なタウンホール16最終のね、公式大会になってしまいましたが、まあ、試合内容自体はね、非常に面白く、まあ、クラウスからね、58秒の全開が生まれたわけなんですけど、それでもタイムで負けてしまうという、このね、まあ、対戦相手もすごい強かったかなとは思います。はい、というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。大会配信ね、通してみたいよって方はね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらもチェックしてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。